おはようございます。パティシエール今日のおやつです。今日のおやつはガトーウィークエンドです。レモンのパウンドケーキを作っていきます。では早速作っていきましょう。柔らかくしたバターをよく練って砂糖を加えて混ぜていきます。今回はね、ガトーウィークエンドっていうのはレモンのパウンドケーキになりますね。ちょっと滑らかに仕上げたいので粉糖を加えて混ぜていきたいと思います。ちょっと夏場はね、バターを扱うのは難しいんですけど、冷房とかしっかり効かせた部屋でやっていただくといいかなと思います。結構ね、混ぜてるうちにダラダラになってしまったりとかしてしまうんですよね。私もちょっと撮影のために冷房を消して暑い部屋でやっていたので、バターが一回ダラダラになってしまって混ぜるのが大変でした。ゴムベラでよく混ぜたら、今度はミキサーでよく混ぜていきます。ちょっとね、ささっと作りたいので今回はハンドミキサーも使っていこうと思います。最初はこんな感じで、かさも少ないですし、黄色も結構濃いんですけど、真っ白くてふわふわにかさが増えるまで泡立てていきます。1.5 倍かパッと見2倍ぐらいまで増えたような感じですよね。色も真っ白になっています。こうなったら卵を加えていきます。卵は20度から25度ぐらいですね。部屋の温度とかにもよるので、温めなくても夏場はいいかもしれないです。常温に置いておいた卵でも OK です。4回ぐらいに分けてよく混ぜていきます。ハンドミキサーだと混ぜすぎになってしまって失敗してしまうこともあるので、半分ぐらいですね、混ざってきたら、あとは手で混ぜていく方が私はおすすめです。こんな感じでハンドミキサーで混ぜていくと、ちょっとまだバターがズルズル滑った感じになってると思うんですよね。これがバターと卵がしっかり混ざってなくて分離しちゃってるっていう状態なので、手でしっかりと様子を見ながら混ぜていった方が失敗しにくいです。こんな感じでしっかりふわふわでツヤがある状態になっていれば OK です。卵の温度、バターの温度と、あとしっかりバターを泡立てること。あとは卵をしっかりと少しずつ加えていくっていうのが大事なポイントになります。ふるった粉を加えてゴムベラで混ぜていきます。下からすくい上げるようにして混ぜていきますね。で、時々切るようにしていきます。で、粉も混ぜすぎるとちょっと硬くなってしまうんですけど、ただ混ぜなすぎると今度ツヤが出てなくて、粉がちゃんと全体に分散してない状態になっちゃうのでパサつきが出ちゃうんですよね。ツヤがあるけど混ざりすぎじゃない状態まで混ぜていきたいと思います。ただここで完全に混ぜてしまうとこの後レモン汁とか加えていくので、普通のパウンドケーキよりはちょっと早めにレモン汁とレモンの皮を加えて混ぜていきます。このレモン汁とレモンの皮を加えた状態でしっかりツヤがあるっていうのがいい状態ですね。下からすくい上げるようにを繰り返しながら混ぜていって、で生地の状態をしっかりと確認するようにしてください。ツヤがあってふわふわしてて、かつ混ぜすぎてダラダラにはなってないっていう状態ですね。なかなか難しいポイントなんですけど、しっかりと生地を見る癖をつけていけば上手に仕上がるようになっていきます。こんな感じで、ちょっとレモンが入ってるのでザラザラしてるように見えるんですけど、生地自体にはツヤがあります。こうなったら型に流していきましょう。クッキングシートを敷いた型に入れていきます。で、表面を平らにならしていきます。隅っこまでしっかり入れて、あとはこの真ん中のところですね、へこんだ弓なりにこう形を整えていきます。パウンドケーキってしっかり真ん中がね、パカッと割れてるのがいいかなって思うんですけど、ガトーウィークエンドを真四角に仕上げたいんですよね。膨らんでしまった部分は切り落としてひっくり返してきれいに真四角に仕上げるので、できるだけ真ん中を低くして焼いていきます。160度のオーブンで45分ぐらい焼いていきましょう。パウンドケーキが焼き上がりました。こんな感じで、ちょっとね、真ん中高くなっちゃったんですけど、だいたい平らに仕上がってます。触ってみて弾力があれば OK です。もし心配な場合は竹串を刺して確認していきましょう。このまま冷ましておいて、冷めたらラップをして一晩置いておきます。今回は特別にドライのレモンも作っていきます。しっかりとレモンの断面がきれいに見えるところまでいったら、2ミリぐらいですね、薄くレモンをスライスしていきます。
れは薄さはどんな感じでもいいんですけど、酸っぱいの嫌だよっていう方は皮もちょっと取っても OK です。ただ見た目的には皮が残ってた方が可愛いですね。でクッキングシートを敷いた鉄板の上に乗せて種を取り除いていきましょう。レモンの断面も可愛いですよね。ここにグラニュー糖を振って乾燥させていきます。グラニュー糖袋から直接行こうとしたらこぼしちゃったので皆さんも気をつけてくださいね。手でパラパラとかけていくといい感じにかかります。レモンだけでそのまま乾かすとさすがに酸っぱすぎですね。しっかりと表面に砂糖をつけて乾燥させていきます。100度のオーブンで2、30分乾かして、厚さによっても乾く状態が変わってくるので、しっかり乾燥するまでオーブンの中に入れておきましょう。今度はアイシングクリームを作っていきます。ふるった粉糖にレモン汁を加えてよく混ぜていきます。3分の2ぐらい混ぜて、あと残りのレモン汁を少しずつ入れていくようにしましょう。硬さを見ながら混ぜていくといいですね。加糖ウィークエンドはある程度薄くアイシングがついてた方が綺麗に仕上がるんですけど、私はこのレモンのアイシングが食べたくて作ってるので、ちょっと固めに仕上げていきます。前回はレモンの形のタイプのスポンジケーキタイプのレモンケーキを作っていったんですけど、それも表面にたっぷりレモンのアイシングをかけたので、すっごく酸っぱくって甘くって美味しい仕上がりになりました。レモンのアイシングって本当に美味しいなと思います。こんな感じでちょっとサラーっとするぐらいですね。アイシングに少しツヤを出したいのでゴムベラでよーく練って仕上げてください。パウンドケーキのこのボコッと浮き上がった部分を切り落として上にアイシングを乗せていきます。これ結構時間かかっちゃうよっていう場合はアイシングは作っておいてからすぐ乾燥してしまうのでラップをしておくようにしてください。表面平らになれば OK です。この上の部分は食べちゃいましょう。結構垂れたりするので網の上で作業をしていくと綺麗に仕上がりやすいです。これね、綺麗にダーってかけてパレットなどでサーって仕上げてもいいんですけど、そうするとアイシングがね、結構余っちゃってもったいないんですよね。なんで私はちょっと頑張って塗るような感じで仕上げていきます。これはハケで塗ってもいいですし、私はパレットナイフで塗りつけていくのをします。パウンドケーキの表面のカスがアイシングに混ざってきてしまうので、最初は薄く塗って表面をコーティングするようにしていきましょう。下塗りみたいな感じですね。しっかり薄く塗って固まったら2回目のアイシングをかけて綺麗に仕上げていくっていうのをやります。今回もちょっとアイシング固めにしてたっぷりアイシングでコーティングしちゃいましょう。このシャリシャリの食感とレモンの甘酸っぱい感じが本当にたまんないですよね。今から早く食べたくてしょうがないです。表面を塗ってから数分でだいたい表面固まってくるので、そうなったら2回目のアイシングをかけていきましょう。2回目はこの1回目に塗ったやつを剥がさないようにきれいに表面を整えながらやっていきます。もう1回下塗りすると表面にカスが出てこなくてきれいに仕上がりますね。いやーもうたまらんですよ、このアイシングが。見た目もとっても可愛いですよね。しっかりとパレットナイフで側面も塗りつけて均一に塗れたら OK です。最後の仕上げを固まらないうちにしていきましょう。ドライのレモンはこんな感じでちょっと透明になっていれば仕上がりです。全部まん丸のものを乗せてもいいですし、こんな感じでちょっと端っこは切ったやつをくっつけて可愛く仕上げました。レモンが乗せられたらピスタチオも乗せていきたいと思います。黄色と緑が可愛いですね。最後までご覧いただきありがとうございました。爽やかなレモンのパウンドケーキとシャリシャリっとしたレモンの甘酸っぱいアイシングがたまりません。ぜひ作ってみてください。